皆さんこんにちは。日本将棋連盟棋士七段の村中修司です。今回もですね、将棋ウォーズで実況対局の方やっていきますので、ぜひぜひ最後までごゆっくりお楽しみください。はい、ではね、対局の方早速始めていきたいと思います。今回もね、10分切れ負けで音声読み上げをね、塚田絵里香女流初段に設定してあります。あなたが後手です。相手の方は四段の方ですね。対局開始。先の定石を得意とされているということで、私後手番ですね。そうですね、ちょっとじゃあ三間飛車でいってみましょうか。今回ね、相手の方は先の宮定石ということなので急戦で来られるかもしれませんが、三間飛車。そうですね、中田八段、中田久夫八段と大山囲碁攻名人のね、似顔絵が出ましたね。三間飛車の使い手ですね、お二人とも。で、王様になりまして、まあ相手の方がね、どういう作戦で来るか、急戦か、持久戦かですね。持久戦ですね。王様を固く囲って持久戦ですね。ではじゃあ私の方三間の囲いにしてみましょうか。王様のねルートなんですけれども、私も7二銀を急いで、王様をこうなんていうんですかね、7一の方が戦うという方法もあるところです。ちょっと石田流に組み替えを狙ってみましょうかね。4三銀とかいろんな指し方あります。これで3五歩とついて、これ一例ですね。はい。穴熊に組まれることは許す代わりに、振り飛車のね一つの理想形と言われる石田流というね形に組んでいこうということですね。先手の方は、石田流に組まれても、自陣をねガチガチのこう硬い穴熊に組めれば不満がないというね考え方ですね。この端は受けない手もあるところですけど、受けときましょう。でじゃあ分かりやすく桂馬を飛んじゃいましたね。石田流、これが石田流ですね。はい、今出ました、エフェクトが出ましたが石田流と呼ばれる形です。こうね、左の桂馬がね3三に飛べるというのがメリットですよね。この桂馬がやはり普段はねここに角がいますし、桂馬を飛んでしまうとね三間飛車の場合飛車が下敷きになっちゃうんで、飛びにくいんですけれども、そこごとを使えるというのがこの石田流のメリットになります。さあどうしましょう。ここら辺からね難しくなってくるんですよね。どうするか。金上がって美濃囲い。これ金をね3人に上がるような指し方もあるところです。相手の方もね穴熊が完成しましたので、ここら辺からね何か動いてくるかなというところですね。どうつく銀上がる、角上がる、どうつく銀上がる、大丈夫かな。いや難しいです。これね気をつけないと銀が出てこう飛車の頭をね狙われるパターンがあるので、考えておかないといけないですね。じゃあ角は5四歩の方がいいかな。どっちもあるんですけどね。5四歩してみましょうか。これ角が先上がった方がいい時もあるんですよね。こうね5筋に歩ぶつけられちゃう可能性があるので、それでねちょっと今迷いました。で角上がりまして、これ4六銀には4五歩とついて、今ねちょっと前に考えてたのはそれですね。こう角と銀の協力でこの歩をね4六銀に3五銀と取られちゃうともう台無しになっちゃうんでね石田流がなので、ちょっとねそれの手数が間に合わないと大変なことになっちゃうんで、これで角がねこう通ってるんで大丈夫という仕組みですね。で6五歩じゃこれは金上がる手もありますね。4五歩ですね。私後手まで4五歩とついて、角がこう通ったと。4五桂とね飛ぶ形を残しとく手もあるところですね。はい。ここからそうスーッと通ってね、この辺が気持ちいい手なんですけれども、ただやはりねこれね見るからに硬いので、穴熊ね居飛車穴熊、私もこれよく使うんでね、相手の方が銀引きでこれ最強の穴熊になりましたね、ついにね。はい。いやいやこれね硬いんですよ本当に。どうしましょう。美濃囲い完成させますかね。高美濃囲い、高美濃囲いにして、8六歩から8七銀と上がるとビッグ4と言われるね、なんていうんですか、将棋で最強の囲いと言われてる形になりますね。もしかしたらそこまで囲いが囲ってくる可能性もありますね。香車受け、この香車受けはね、面白い手ですね。これどっちどっち2五桂とかね当たる可能性があるんで、善悪はちょっと微妙かなという気がしますね。すいません、微妙かなという気がします。でビッグ4への駒組みですね。いよいよビッグ4と呼ばれるね最強の囲いへの駒組みですね。どうしますかね。さて穴熊にね
俗に言う、喧嘩を売るですかしていくのはね骨が折れたんですけど、でもちょっとね受けてきました。ちょっと動きたい気持ちもありますね、どこかでね。今銀を引いて私の方も連結したので、少しね木を見て動きたいなっていう気持ちが実はあったりします。どうしますかね、難しいです。穴熊に攻めていく、これね振り飛車党の方はねこの穴熊を見てってなるんですよね。私も確かにこれはこういういざで対峙すると非常にね硬い穴熊です。8四歩とついて、私たち8四の銀の人この瞬間で行ってみますかね。行ってみますか、ちょっと思い切ってうまくいくかどうか分かりませんが、これね金上がるとこれビッグ4完成なんですよ。なので完成する直前にやってみました。3六思い切って、これ角でね飛車取りになってるのはミソです。同歩ですと飛車取ってね、いくらビッグ4でも飛車タダ取りなら勝ちです。はい、なので棒同飛車と取ってでね、桂馬をピョンと飛んで、これがね桂馬が逃げれるって香取りになるっていうのは私先ほど言ったねところです。はい、ただ本来ですとこの私のこの、囲いですね、高見の囲いというのはガチガチのめちゃめちゃ硬い囲いなんですが、今回は敵はさらに囲い硬いビッグ4と呼ばれる形なので、回戦はしてみたものの、形勢がどっちどうかというのは大きな問題ですね。はい、じっとねなんていうんですかね、こちらも銀冠にとかにしてなんていうか、私後手番だったんでね仕掛けずに、相手の動きを待つという指し方も有力でした。これでね解説前後するんですけれども、玉はね先手の硬いんですけれども、代わりに攻め駒が不足してましたから、私の方がじっくり対峙した時に攻める手がね作れたかどうかっていうのはまた違う問題であったんですよね。本局は私が積極的に動いたので戦いになりました。で私の方の狙いは今ね桂馬私取りましたよね。で相手はまた香車取ったんですけれども、この左の桂ですね、攻めの桂が逃げてるんですよね。この桂馬が次香を取ると私の方のね桂得になるんですね。1枚多く駒が取れると。なので相手の方は香しか取れない、私の方は桂馬を取ってさらに香車が取れるということで、そこがね一つメリットなんですよね。で玉の硬さは先手の方のメリットです。これはもうね言い訳するというかね素直に認めます。角出てきましたね。これはねどうかな、同角と取るんですけど、これね同歩の時に香を取る手もあるんですけれども、これね角打っちゃおうかな。いやこれねこの穴熊がちょっと不安定なんでね角を打つチャンスかもしれない。角打っちゃいましょう。この角がね王様を金が上がってると二重に止まってるんですけど、ちょっとねラインに入って危ないんで、切り飛ばしちゃおうかな。もうね7分切り飛ばしちゃいますか。この時にね同金ですと金が取れるというのは大きな違いです。これ金上がってるとね大したことないんですけれども、これでねガンガンいっちゃいますか。思い切ってバリバリいっちゃおうかな。銀打って金をって金打って、そうですね、いってみますか。金落ちまして、これね竜が1ダメ効いてるんでどうですか、一気にね穴熊が弱体化してるの皆さんお分かりいただけますか。でこれ私の王様硬いですから、これね実戦的にガンガン攻めようという、桂馬しかなくて不安ですけど桂馬を打って、これ金取りなんで金が逃げてくれば桂馬をねまたここに重ね打ってね攻めて7七桂打重ね打って攻めていくことです。で私の方のね救いというかね狙いでどっかでこの香を取れるんですね、桂馬音でね。だから攻めがねまずい攻めきれそうだと思っても香車のね燃料補給が効きます。であと角を打って竜を相手の方が竜をね1四竜と引いたことで一瞬この私のね高見の囲いが無敵になってるんですね無敵オーバーですから。でも竜が効いてないんでもう無敵なんですよこれね。だからこの瞬間に金これね金と取ってもあるけど金取りますか。この瞬間にねもう一気にねサービスタイムじゃないですか、どんどん攻めていくこと。これ金勝ち込んじゃおうかな。これもどんどん実戦的にはね打ち込む手も相当ありますね。今日取っとく手もあるけどな、金勝ち込むと銀打ってくるのかな。で取って勝ち込む手も今勝ち込んじゃいますか。もう一気にねどうですか。硬かった穴熊がかなり薄くなって、銀冠ぐらいにねようやくなってきましたね。やっぱり一手ね私が完成直前に攻めたっていうのが実はちょっと伏線としてありまして、それゆえに角をね今4四角から7七とかで強襲が効いたんですよね。でそうですね、馬を使って防ごうということでこれはね強いですね、いい手ですね。でこれはねバラ大変ですね。確かに馬を引きつける誘うということですね。どうしようかな、金を打っちゃおうかな。金をベタっと打って
こうね俗に3枚の攻めは切れないなんて言いますよね。3枚4枚、これ金がねかなり攻めてるんで、これで銀受けて、ここで香車をね悠々と補充してきますか。これで次にねさらなる厳しい攻めを狙うという考え方です。角が効いてるんで、この角をね引きつけさせると結構面倒なことになるので、その辺ですね。この角をどうするか、私の方としては。相手の形はこの角がね生命線ですね。竜が入って少し攻め合いの形を作んないと先手としても苦しいかもしれないですね。私もこれでどうやって攻めるかちょっと今ね考えてますね、この間に。馬引きつけてきましたね。やはりねこう馬をね引きつけて、さてこれでねどうなるか。さあ急所をつかないとねなかなか大変なんですよこれ。いやー結構難しいな。どう攻めましょう。金取る同玉で竜を引く、王様を引く。馬がね熱いですよね。ちょっと待ってくださいね。これはね考えないとなかなか難しいです。今5分ですが、ここはねこういうところは考えた方がいいですね。攻めをどう続けるか。銀取ると同玉とね露出してくるんですが、結構大変ですかね。桂馬を飛んどくと、さらに攻めを厚くするようになって、いやなかなか難しいですね。どうしましょうか。香車を取る同銀、7九金は同銀ですね。香車を取ると同玉、なかなか難しい。で私の方はねやっぱりこっち自分の形を崩したくないので、こういうとこ歩をつくのはねやりたくないんですよね。銀を取る同玉、それでいこうかな。銀を取りましょう。銀を取ってまず王様を引っ張り出す手を選択しました。で5分。馬を攻めてみます。ここに打ってね、この馬がやはり嫌なんですよ。この馬をどうにかして消したいので、王様を攻めながら銀を打って馬を攻めて、馬が出てくると香車を打つと、馬が逮捕できるんでね。で馬がもし逃げてくれると引いた一手がなんていうんですかね、無駄な逃げてくれると少し引いた一手が無駄になるという考え方ですね。でただここでまたどうするかという問題はもちろんあります。香車打つ、同銀、同桂成同馬、銀を打つ、ガリガリ剥がしていって寄るかな。一発銀を立つ手もありますね。一回銀立とうかな。立ったら馬が銀立っています。これで馬をもうちょっと追おうということですね。で銀がまた馬がこちらに逃げてくるとまたさらにね安全になるので。香車打って同銀同桂成同馬、銀を打つ同銀同馬、寄りそうで難しいかな。王様が安全なんでね、もうちょっとゆっくりいく手もあるかもしれないんですけどね。歩をついてみましょうかね。これはね同歩ですとここに歩を打って止めようってことです。私ね香車打つ手を決め手にしたいんですよね。すぐ打っても寄る手があったかもしれないですけど、今日でね同歩でしたら4四歩と打つと馬の利きが止まると。で歩を成れるとと金ができて攻めが厚くなると。竜入ってきましたね。攻め合いですね。これ香車打って同銀同馬同馬打って同馬同馬って叩き込んでいきますかね。これ一発歩をついたことでこの後々ね攻めが太くなるということですね。玉をかわせば香車をなって、で銀ならずの方がいいかな。玉かわしたら香車なる手でいいですかね。香車なって攻めていくことです。で同銀で同桂成ですね。でこの先なんですよ問題。この歩なんか関係なさそうに見えるんですけど、こう銀を打ちまして腹銀。これね強引に馬を取ってしまうってことです。で同銀成でここね歩なるつもりでやってたんですけど、もっといい手あるから角打った方が厳しいですかね。角打っちゃおうかな。今ねこれ歩なる予定だったんですよ。竜がここにいた場合はこれで歩をなれるよっていうのが私の読み筋でした。駒いっぱい渡しちゃうんですけど、攻めが切れなきゃいけないんで歩をなればね王様攻めの下りも有力だったんですけど、この場合角打ちの方がよりここのね竜を、詰めろというかね半分詰めろ竜取りみたいなとこなんで、いっぱい駒持たれてますけど、繰り返しなんですけど私の差はねこれ非常に硬いですね。これね、高美濃囲いが整然と残ってますから、この竜取りと、7九角なら7九竜の狙いが、いっぺんに防ぐ方法がね困難ですね。この4六歩という手がねさり早い手なんですけれども、一気の攻めがねやっぱりできれば一番理想なんですけどね、そういう手ができない時はねこういう細かい手というかねちょっとしたなんていうんですかね小技というかねが必要なんですよね。結構小技を使っておいてズバッと決
めるというイメージですね。はい、最初からズバッとがねもちろんいいんですけれども、相手の方がねやっぱりすごい粘り強い指し方をされていたので、なかなかねこうズバッとのつもりが気がついたらね攻めが切れてしまったとか、ねかえって硬くなってしまったっていう経験はね、私もそういうことあるんですけれども、あると思うんですけどもね、ゆっくりこう自陣との兼ね合いなんですよね。私の王様がこう硬かったので、慌てる必要がなかったっていうのはね一つ大きなねポイントですね。これはどうですね、どちらがいいかな。竜でいくか角でいくか。角でいった方が分かりやすいかな。はい、一回王手するのが大事ですね。単に竜取ってもねこの場合は大丈夫でしょう。これで竜を取って次に7八飛車からの詰めろで、ちょっとねさすがに王様裸ですからね、粘りは難しいですね。私の王様これ詰む形がないんですよね。今一回こうはい、激戦を制しましたね。はい、皆さんいかがだったでしょうか。今回はね、三間飛車をね使いました。前回か前々回ね三間飛車を使った、超急戦の将棋になってしまったんで、今回は一転して三間飛車に対してねガチガチの穴熊で対抗されましたことで、すごい持久戦ですね。じっくり固めよう持久戦でね、今回ねぜひ見ていただきたいのがね、穴熊崩しのところですよね。めちゃめちゃね硬いと言われた穴熊ですけどね、やっぱ急所を攻めていくと、攻略もねすることができますね。ぜひぜひそういったあたりもね解説編の方でゆっくりやっていきますので、そちらの方もねぜひ見ていただければなと思っております。この動画が良かったなという方はグッドボタンを、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いいたします。先方とのねリクエストも随時ね受け付けておりますので、ぜひぜひコメントいただければなと思っております。それではまた、さようなら。